はい、というわけで皆さんどうもこんにちは、オックスアウトでございます。こんななりをしておりますが、私はソニーの社員ではございません。ちょっと前に動画のコメントでね、オックスアウトさんでソニーの社員じゃなかったんですかって言われたんで、違いますというわけでですね、今日皆さんにねちょっと紹介したい一品がございまして、それがこちらの 2870F2 の G マスターレンズとなっております。やばいのが出てきましたよ。これはソニー初となる投資 F2 の大口径標準ズームレンズとなっていて、そのね重量はなんと 1kg をね切る驚きの 918g となっております。でこれね918g？ 重って反応する人とめちゃめちゃ軽って反応する人に分かれるんじゃないかと思うんですけど、これね分かる人には分かると思うんですけど、正解は軽って反応してる人ですよ。でそれがなんでかっていうと、例えばね、こっちの2470F2.8GM2 は、投資 F2.8 と F2 は F2.8 よりも、一段明るいわけなんですけど、一段明るいっていうのはレンズが2倍の光を取り込む必要があって、取り込む光の量っていうのは有効口径を大きくする必要があります。そしてね、この有効口径っていうのは、焦点距離割ることの絞りで求めることができるんですけど、つまりやばいレンズっていうことは間違いないです。じゃあそしたらね早速このやばいレンズの外観から見ていきたいなと思うんですけれども、レンズの全長は約 139.8mm で、レンズ口径はというと 92.9mm で、フィルター径は 86mm になってます。で重量はお伝えした通り 918g となっていて、ズームリング、絞りリング、フォーカスリングはもちろん2つのフォーカスホールドボタンと、フォーカスモードスイッチでアイリスロックスイッチや、他にもズームの操作感切り替えスイッチや絞りリングクリック切り替えスイッチもついていて、操作性もほんとねバッチリとなってます。でこのねズームは繰り出し式となっていて、繰り出す量っていうのはそこまで多くなくて、ズーム時の全長がだいたい 2470GM2 のズーム時の全長と同じぐらいになってます。でいくらね小型軽量化が実現したからといって、でも肝心なのはやっぱり写りですよ。で今回はこっちのね 2470GM2 とちょっとね比較しながら、そのね写りっていうのを見ていきたいなと思います。ただそもそもこの 2470GM2 はその光学性能自体がめちゃめちゃ高く評価されているレンズですから、今回ねこの新しい2870がこんだけねこうギチギチに詰め込まれて、一体どれだけこのね 2470GM2 の写りに迫れるかっていう部分もねちょっと注目しながら見ていきたいなと思います。では左がね 2470GM2 で右が 2870GM になります。まずはね広角側の開放で、中心部はどちらもしっかりと改造していて、コントラストも非常に高いです。で右上端を見てみると解像感とコントラストともに2470の方がねこれはちょっと良い結果に見えます。続いて絞ってね F8 です。こちらもね中心はどちらもねしっかりと改造してるんですが、気持ちいい2870の方がシャープな感じがここでは見て取れます。で端を見てもねこちらも同様に気持ちいい2870の方がねシャープに見えますね。次はね望遠側 70mm の、こっち開放からなんですけど、これもね中心部分は全く問題ありません。やっぱりね中心部分は気持ちでも2870の方が少しシャープに見えますよね。で端はというと今度は2470の方がねこっちはちょっとシャープに見えます。絞って F8 だと中心部分はどちらも似たような感じなんですけど、端はというと今度はね2870の方がわずかにシャープな感じがしました。というわけで今回の結果を見ると、どちらもねそもそも非常に高い光学性能を持っているんですけれども、比べてみると広角側は絞るとわずかにねこっちの2870の方がシャープな感じがして、で望遠側は開放も絞ってもこっちの2870の方が、わずかにシャープな感じがして、もうどちらがシャープなレンズかと聞かれれば、2870と言って差し支えがないんじゃないでしょうかね。いやー2470を超えてくるか。で最大撮影倍率は 0.23 倍、最短撮影距離はズーム全域で 0.38 メートルとなってます。
なので結構ねぐっと寄って撮影できるレンズになってるので、狭い場所でも活躍すると思いますし、車体にこうぐーっと寄ってね撮影することなんかもしっかりとできるレンズになってるかなと思います。そしてこのボケですよ。やっぱりねなんといってもこの F2.0 の大きなボケ描写っていうのはまあたまらんですね。玉ねぎボケもほとんど見られず、このエッジ部分もすごくね滑らかですよね。この自然なボケ味はねやっぱりさすが G マスターといった感じですね。次にねオートフォーカスの性能なんですけど、この2870が軽いとはいえ 900g オーバーですから、オートフォーカスの速度やモーターの駆動音は大丈夫なのと気になる部分なんですけれども、そちらもねちょっと見ていきたいなと思います。で結論から言うと、ご覧の通り全く問題ございません。これは動画でのテストになるんですけど、さすがにねズバ抜けて速いっていうほどではないんですけど、大口径のズームレンズとしては相当速いと思います。じゃあモーターの駆動音はというと、ほぼ無音です。これならね動画撮影時にも安心して使用することができると思います。でフォーカスブリージングについてなんですけど、これもねびっくりするほど少ないんですよ。もうねほとんどね分かんないと言っていいレベルだと思います。なのでフォーカスブリージング抑制機能と併用して使ってもクロップ率がねすごく少なくて済みます。28mm スタートのレンズっていうことを考えてもこれはね非常に嬉しいですね。でフレアとゴーストのパターンに関してはこんな感じになってます。ガラスの多いズームレンズなんでコーティングがされてるとはいえそれなりに出るっちゃ出ます。ただね僕はこの感じ結構動画では好きですね。では僕がね実際に使ってみた感想っていうのを、これからお伝えしていきたいなと思うんですけど、単焦点レンズ並みの描写性能、明るさで大きな背景ボケを得られ、なおかつズームができるわけですから、いやーこれはねほんとめちゃくちゃ良かったですよ。これまでの動画で何度もねズームレンズを紹介するときにはお気に入りの画角の明るい単焦点レンズと組み合わせるといいよっていう風にお伝えしてきたと思うんですけど、そのお気に入りの画角が 28mm から 70mm の範囲内であればもうねほんとこれ1本で十分だと思います。もうそれくらい単焦点レンズに迫る描写性能と、あとは大きなねボケ味っていうのを得ることができます。ただし気軽にお散歩とか通勤通学用のスナップ用に持ち運ぶっていうレンズではやっぱりないです。大口径のズームレンズとしてはすごく軽いんですけど、普通のズームレンズとかと比べれば、それはやっぱりね重いので、写真にせよ動画にせよもう本気で撮るぞっていうスイッチを入れて連れ出すレンズなのかなと思います。で動画撮影の場合手持ちだと逆にね軽すぎず、手ぶれを抑えてくれて、安定感はすごく出るなと思いました。ちょっとした動きのある映像であればアクティブ手ぶれ補正がめちゃめちゃ効くので、やっぱり純正レンズだけに。なので特にねジンバルなどを使用しなくてもしっかりとね安定した映像を撮ることができます。で僕はね動画を撮るときこのね FX3 と組み合わせて使ってたんですけど、この純正トップハンドルと組み合わせるとね少し重心が前の方に行ってしまうので、これはねリグとかを組んで、重心を変えられるトップハンドルの方が良さげかなとは思いました。でもしくはねこういったスリングバッグをお持ちの方であればこの上にこうやって乗っけて撮影することで長時間のね撮影ではだいぶ手首の負担軽減になるので、これもねおすすめです。ジンバルに乗せたい場合は小型のジンバルに乗せるっていうのはちょっと厳しいと思いますね。なのでやっぱりそれなりのパワーのあるジンバルが必要になってくると思いますが、僕はなんですけど、ジンバルを使うんだったらこのレンズはあえて使わずにもう一本それ用の小型なねレンズを持ち歩いた方がいいんじゃないかなと正直そこは思いました。いやー誰だよ GM2 が最高峰なんだからそれさえ買っておけばもうレンズに悩まなくていいって言ったやつ、まさかねその上のレンズが出てくるとは思わないでしょだってちなみにこいつねお値段はというと結構いい値段がしますとだけ言っておきます。まだねお値段を知らないという方は概要欄に製品ページのリンクがあるのでそこからチェックしてみてください。正
正直ねなかなか考えちゃうお値段ではあると思うんですけど、こいつがねもうキングオブ G マスターっていうのはこれまでほぼ全ての GM を使ってきましたが、それはね間違いないと思います。はい、というわけで、本日の 2870GM のレビューは以上となります。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ピース。